ウェブトゥーン面白い。あ、それ私が書いてる漫画です。わーね、なんで？真右にあるとちょっと読みにくいんで、斜め下に来るような。ほんとだ、ちょっと視線誘導か。確かに。横と縦全然違う。一番ちょっと厄介で。確かに。これどうするんだろう。どうも、声優の月城里奈です。今日も漫画家の山口静香先生をゲストにお迎えしております。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は漫画家としてとても活躍されてるんですけども、実はウェブトゥーンも書かれてるんですよね。はい。ちょっとウェブトゥーンってどんなものなのか軽く説明いただいてもいいですか？縦スクロールでこうスクロールしながら読んでいく、うんうん、基本的にはフルカラーの漫画が多いジャンルになります。なるほど。普通の漫画と違うところは横か、縦か、色がついてるかついてないかみたいな。そうですね。私もウェブトゥーンって、もうこれ見たいと思って見たことってあんまりなくって、最近はほんととにかく流行ってるから、いろんな広告とかで流れてくるので、読んだりするんですけども、今日はちょっと先生に実際どういう風にウェブトゥーンが作られているかっていうのを今日機材を持ってきていただいてるので、もう贅沢なことに今日はその作業工程をちょっと見させていただきたいなと思っております。一から漫画を描いていくっていうよりは、白黒でもう横に書いてある漫画を縦に直していこうと思うんですけど、結構縦にする場合にただコマを並べるだけっていうよりは、かなり縦スクロールとして注意しながら直していく点をこう話しながらやってみたいと思います。1ページ目から4ページ目までやっていこうと思うんですけど、1ページ目は今、まず場所を見せてるコマが入ったんですね。学校かな、学校にいますよっていうコマが入ってたんですけど、まずこれを縦スクロールにするときは、このままこういう感じで入っててもいいかなとは思うんですけど、私がやるとしたら、ここはがっつり変えちゃいます。大体ここの最初の部分は、スクロールこう開いたときに、このぐらいスマホの、そうですね、画面で最初に表示されるとこですよね。はい、画面になってるんですけど、一番上からあるとちょっとびっくりしちゃうんで、ちょっと開けていつも入れるんですね。あえて余白を入れるってことですか？すごい。ウェブトゥーンの場合は、もうちょっとここ学校ですよっていうのを大きく見せてあげた方がいいかなと思うんで、どでかくこう。もうコマとかあんま関係なく、じゃあはみ出ちゃってもいい？はい、もう、コマここ無視して、一回、がっつり学校ですっていう絵を描いて、すごい！前の時の背景よりも奥行きが出たっていうか、お空がこう広がってて、風が吹いてて。基本的にその画面ドーンって見せたい時はあんまり被ってこなくていいんですけど、この学校が大事っていうよりは女の子の登場が大事になってくるんで、なるほど。ここをちょっと期待させるような感じで見せてあげて、縦スクロールなんで、こんなちっちゃくっちゃせっかくの出だしでもったいないんで、ここも下の方まで書いてあげて、女の子ってでっかく登場させるっていう。もう肘まで入っちゃうぐらい書いて。確かにキャラクターがまずバーンって出てくるのが一番大事ですもんね。そうですね。すごい。このセリフとかも本当は被ってたんで、この辺を被せてあげる感じでこっちに。基本的には余白があった方が、この時間の経過がわかるんで、なるべくこう開けてあげた方がいいんですけど、今回はこの可愛いって言ってるのがこの子なのか、誰なのかがわかんなくなっちゃうんで、確かに別の子が言ってるよっていうのがわかるように、なるべく近い位置で次の子も配置してあげます。この場合だと友達が可愛いって言ってるのがわかるように、すぐ下にキャラクターを配置するっていう。この次のコマに被ってるような感じで、セリフとか言ってあげると、だいたいこう、目線がこうなってくんで、真右にあるとちょっと読みにくいんで、斜め下に来るような感じで。本当だ、ちょっとニョロニョロ配置っていうんですかね、なんて言うんだろう。視線誘導か、確かに。読んでて読みやすいですもんね、その方が。そうですね。次のもこうなるように。はい、また戻ってきて、左に。これで今、1ページ分が終わったって感じですね。全然違いますね。こうやって見ると。普通の横の漫画だと、例えばこの音符とか、草とかって結構縦だと制限されちゃうじゃないですか。そういう時ってどういう風に要素を足したりしてますか？この場合だと、本当はここにジャンって入ってるんですけど、ジャンって入ってる。ジャンはこっちでいいんですけど、をこっちにして。斜めに配置するってことか。はい、斜めにこれも配置します。ドンって感じですね。はい、ちょっと、ここも確かにこの辺にあった草が消えちゃってるんで、ここにこう足してあげたり。上か。一回り小さくして、ちょっと場所がわかるように書いてあげてもいいかもしれない。横から縦に直す場合は結構書き足したりとか、もうだいぶ削っちゃったりとかするときが多いですね。次も結構大きいコマなんですけど、白黒
横の時って基本的に横長のコマが多いじゃないですか。こういうなんかのが一番ちょっと厄介で。確かに、これどうするんだろう。セリフの位置を後でもう完全に位置を変える感じになるんですけど、ここで大事なのもどっちかっていうと、いろんな人に可愛いって言われてる主人公の図が大事なんで、縦にするんだったらまず足まで描いちゃいますね。足まで描いちゃって、この辺にもいるぐらいの、もっとなんか、手前にも、で、セリフはもっとこう大きく入れちゃっても。本当だ。人に囲まれてる感が出ますね。スマホのサイズに全体的に収まるか、ちょっとはみ出るぐらいにすると大事なシーンだなっていうのが分かるぐらいのサイズになるような。すごい。横と縦全然違う。結構思ってたよりたっぷり使うんですね。余白も含めて。そうですね。場面が変わったりするときは結構がっつりもう次にかかるくらいのとこで開けちゃってぐらいのいっちゃってもいいです。ここら辺から始めて。それはやっぱりさっきおっしゃってた時間経過とも関係してるんですかね。はい、自分でこうスクロールしてる時間分ちょっとこう浸れるっていう。なるほど、浸れる。昼にできた出来事、とんでもないことが起きたらちょっと浸りながらスクロールして、夜主人公が一人で部屋にいるみたいな場所に変わったりとか。漫画って私紙の漫画すごい好きなんですけど、今結構デジタルになっちゃってスクロールが主流になっちゃってるじゃないですか。でも縦スクロールってどうなるかわかんない。先が読めない展開がすごいドキドキして面白いですね。紙をめくるのと同じようにドキドキするし、ちらっとなんか頭だけ見えちゃったりして、これ次どうなるんだろうみたいな。わかります。どんな表情してるのかなとかなんか。先生的に普通の漫画を制作するときと Webtoon を作るときの違いとかってありますか？私的にはフルカラーの場合ってアニメっぽいなと思いながら読んでると思うんで、アニメらしい線画になるようにまずは線を変えてます。あ、線も変えるんですね。はい。白黒の時は G ペンとかアナログで書いてるようなちょっとザラザラした感じのが好きなんで、こうザラザラしたペンを使うようにしてますね。ちょっとザラーってしてる。あ、本当だ。アナログ感が出るというか、今これの線もザラザラしてて。鉛筆みたいな感じですね。はい。うわ、すごい可愛い。すごい。Webtoon の時はこう滑らかな凹凸のないような。はい。アニメっぽい線が。ちょっと強弱もなるべくつかないような、ガーって引いてもそんなに強弱がないような感じで、なるべく描くようにしてます。髪の毛とかも、これいっぱい描き込んでるんですけど、これだけで完結していいようにいっぱい目とか髪の毛描き込んでるんですけど、色塗るとやっぱりいろんな色が入ってきて、逆に線が邪魔になっちゃう時があるので、確かに書き込まずに、ここまでは描かないかなって感じですね。ところどころ。もうじゃあ、必要な分の線だけって感じですかね。はい。こんな感じで、あんまり線はないような。着色とかのこだわりはありますか？作品によって全然変えてるんですけど、やっぱ作品が少女漫画の切ない系っぽい時は水彩っぽくなるようになってたりとか、今はポンパドール夫人っていう結構強い女性のかっこいい一生を描くみたいな感じなんで、どっちかっていうとアニメ塗りに近い形になるようにしてます。作品によって違うんですね。すごいプロのやつだ。変な色にしてますよね。皆さん分かりやすい色にしてから塗ってないとこないかなって。あれだとちょっと怖いですね。怖いですね。今ちょっと何が始まるんだろうって感じ。髪の塗りとかも見せていただいていいですか？肌さえ完璧に塗れてれば、一発で塗れるんで、囲って塗るツールっていう楽なツールがあって。囲って塗るツール。こう、地道にこう、囲っていくと、多分一発でいけると思うんですけど。こんなに結構ザザッと囲ってもいけるんですかね？おそらくいけるはず。わーね。すごい。なんであんなにサカサカ囲みでも、こんなに綺麗に塗れちゃうの？すごい綺麗。ここからこうなります。5番で線をつけて、ここからここまでが影にしますよって線を書いて、6番で塗りつぶしてるっていう感じです。わーもう、すごい左手を駆使して、すごーい。ということで、今日は山口静香先生に実際にこういう風に Webtoon を作るんだよっていう作業を見せていただきました。ありがとうございました。一番びっくりしたのはこんなに綺麗に塗れるんだなってとこなんですけど、でもその擬音とかを一回パーツで分けて再配置してみたりとか、縦だからこそできる表現みたいなのがいっぱい知ることができてとっても感動しました。先生はどうでしたか？今日は。Webtoon がどんどん流行ってきてるんで、挑戦してみたいけど、やっぱ白黒の横しか書いたことないしって方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっとした工夫で縦でも読みやすくなることができると思うんで、ぜひ挑戦してみてほしいなと思います。またぜひ何かよろしくお願いします。それでは動画を見てくださった皆さんありがとうございました。またねー。